第一と低地を自転車で縫うように走るルートを見つけました。出発はかつて江戸城の外堀だった四谷駅前、そこからお屋敷町だった高台の尾根を走り、赤坂の深い谷底へと一気に下っていきます。今回は有名な観光地やきらびやかな大通りはほとんど登場しません。代わりにあるのは名前もついていない激しい急坂や、かつて大名屋敷と町人地を隔てていた境界線の裏道です。東京都心のリアルな動きと歴史、高低差を自転車視点でじっくり楽しむ旅、始まります。四谷駅にやってきました。今回はこの後、紀尾井町、赤坂、六本木、プラーザ部の高低差を走り抜け、静かな住宅地、広尾に向かっていきたいと思います。右手に見えるのは江戸城外堀、真田堀の土手。左手が上智大学です。この道は大学にちなんでソフィア通りと呼ばれています。大通りから一本入っただけなのに、急に静かで緑豊かな道になりますね。走っていてすごく気持ちいいです。江戸時代、この辺りには尾張徳川家、彦根井家、紀州徳川家の広大な屋敷がありました。それぞれの頭文字を取ってこの一帯が紀尾井町と呼ばれています。上智大学の敷地はちょうど尾張徳川家の屋敷跡にあたります。なるほど。何気なく通り過ぎてしまう道ですけど、地名にちゃんと歴史が残っているんですね。この後、正面に見えてくるホテルニューオータニは井伊家の中屋敷跡です。ホテルニューオータニが見えてきました。あそこには江戸時代から続く日本庭園があるみたいですよ。さあ、ここからは最初の坂道、紀尾井坂を下っていきます。連携堀にかかる連携橋を渡ると赤坂見附です。見えてきたのは赤坂見附の交差点です。国道246号線や外堀通り、首都高速などが複雑に入り組む東京の交通の要所の一つです。急に車が増えて都会の真ん中に来たって感じがしますね。ちなみに見附というのは江戸城の警備のための城門のことで、かつてここに赤坂御門がありました。お堀という谷底はここまで。ここからルートは赤坂のアップダウンが連続する台地へと登っていきます。
まずは赤坂見附の街を走り抜けましょう。飲食店がひしめくエリア、赤坂3丁目。急に賑やかな繁華街になりましたね。さっきまでの静かなお堀沿いとは全然雰囲気が違います。ここは江戸時代、お隣の紀州藩邸に仕える人や職人、商人が行き交う活気ある町人地でした。エスプラナード赤坂通りや三筋通り、一ツ木通りの道幅や緩やかなカーブは江戸時代の古地図とほとんど変わっていません。300年以上形を変えない歴史のグリッドの上を走っていきます。TBS オールスター感謝祭のミニマラソンでも有名な赤坂5丁目の桜坂のあたりですね。あの劇坂ですね。テレビでよく見る場所だ。そちらに進んでみましょう。と思いましたが、自転車は降りて進むようにと標識が立っていたので、やっぱりこのまままっすぐ進むことにします。ちょっとストップ。向こうに見えるのがテレビ局 TBS ですね。この辺りは TBS の城下町ですね。赤坂通りは両側を高い台地に挟まれた広大な谷の底を通っています。かつては水路が通っていた谷底です。この辺りで左折します。ああ、一気に道が狭くなりました。しかもこの坂、ものすごい傾斜ですね。この名もなき激しい急坂を登ると、長州藩毛利家の屋敷、現在の檜町公園に沿う檜坂の麓に合流します。名前がないのがもったいないくらいの傾斜でしたね。まさに谷底から台地へ這い上がるための隠れたアプローチです。ここからが檜坂です。
見えるのが高さ約248メートルのミッドタウンタワー、リッツ・カールトン東京が入っています。ものすごい存在感ですね。この辺りが昔毛利家の下屋敷だった場所なんですか？はい、江戸時代の藩邸から明治以降は陸軍の駐屯地、戦後は米軍将校の宿舎、そして防衛庁本庁舎を経て現在の複合都市へと姿を変えました。ここは春には見事な桜が咲く並木道です。都会のど真ん中なのに広々としていて、自転車で走ってもすごく気持ちがいい道ですね。かつての広大な敷地を生かして全体の約4割がこうした緑地やオープンスペースとして一般に開放されています。外苑東通りに入り、見えてきたのがミッドタウンの正面です。それでは六本木の交差点へと向かいましょう。芋洗坂、麻布の定地へと向かって一気に沈み込む急な坂道を下っていきましょう。
下りきると、今度は六本木欅坂通りを登ります。さっき下ったばかりなのにまた登るんですね。地形が本当にデコボコしています。六本木ヒルズの開発によって作られたこの通りはいわば人工的な谷筋です。ちなみに冬になるとこの通りは青と白のイルミネーションに包まれます。坂を登りきったらテレビ朝日通りを左折します。また平らな道に戻りましたね。はい、再び標高の高い台地の尾根に戻ってきました。ここからは麻布広尾の教会へと向かいます。左手に見える緑は有栖川宮記念公園です。ここからかつて渋谷川が作った広尾の広大な低地に向かって一気に駆け下ります。広尾商店街の入り口、広尾橋の交差点です。このまま広尾商店街を抜けていこうと思いましたが、少し混んでいるようなので一旦左折します。この細い道を入っていくんですか？もちろん、私細い道が好きなので。公園が見えてきましたね。ここは
広尾公園。この一帯は都電広尾車庫の跡地です。この辺りに路面電車が走っていたんですか？はい、大正14年1925年頃の路線図を見ると、渋谷から天元寺橋へと抜ける多摩川電車の路線がはっきりと描かれています。現代ののどかな公園の場所にかつては路面電車の車庫があったなんて不思議な感覚です。後に東京市に買収されて都電となる路線です。明治通りが見えてきました。この道に路面電車が走っていたんですね。では商店街の方へ行ってみましょう。ここが商店街広尾散歩通りです。ここから再び台地への坂を上がっていきます。この辺りがいわゆる広尾の邸宅街ですね。大使館や邸宅のある静かな街並みです。少し通りから入ってみましょう。大きなお屋敷が多いですね。このままぐるっと探検してみましょう。
戻ってきました。これが先ほど見かけたチェコ共和国大使館ですね。今日のところはここまで。東京都心の台地と低地の高低差サイクリングいかがだったでしょうか。何度も現れる急な坂道とそこを登りきった時に見える街の風景、派手な観光地ではありませんが東京の地形の面白さが詰まった走っていて心地いいお気に入りのルートです。皆さんもシェアサイクルを借りて走ってみてください。よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。次回のライドビューをお楽しみに。